坂本花織のラストダンス。そう聞くだけで胸がギュッとなる方も多いのではないでしょうか。でも、この物語を最後まで見届けたとき、多分私たちは、こんな言葉を送りたくなるはずです。かおちゃんなら、絶対に大丈夫。これからも。ラストダンス。まず浮かぶのは、メダル、順位、引退。そんな言葉かもしれません。でも、坂本花織さんの最後の舞台を本当に語るなら、点数だけでは足りません。なぜなら、そのラストの背景には、陸竜と交わした支え合いの物語があるからです。この動画では、坂本花織さんのラストダンスが、なぜ一人の物語ではなく、チームジャパン全体の絆として胸に残るのか。落ち込んだ二人を待っていた坂本花織さんの一言。その言葉に救われた陸竜が坂本花織さんに返した言葉。そして後半では、これまであまり大きく語られてこなかった三人が最後に残した所作。陸竜がいない世界選手権でも消えなかった言葉。さらに、ラストシーズンの選曲に込められていた覚悟まで、スケート人生を共に歩んできた陸竜との関係を軸に、じっくり辿っていきます。第1章、陸竜が落ちた夜、待っていたのは坂本花織だった。オリンピックのペアショート。陸竜にまさかのミスが出て、空気が止まりました。このチャンネルを見てくださっている方なら、あの時の衝撃は、今でも鮮明だと思います。木原選手は後に、心が折れてしまっていたと語っています。点差も大きい。もう無理かもしれない。あのレベルの選手がそう思うくらい、ショート直後のダメージは、深いものでした。そして、二人が落ち込んだまま宿舎へ戻ってきたとき、バスを降りたところで待っていたのが、坂本花織さんでした。坂本花織さんは、自分の本番も控えている。種目も違う。自分だって極限の緊張の中にいる。それなのに、先に自分のことではなく、落ち込んで帰ってきた、陸竜を待っていた。そしてかけた言葉が、陸たちなら、絶対大丈夫だよ。この一言です。派手ではありません。でも、大舞台で崩れかけた人に届く言葉って、こういう言葉なんでしょう。根拠を並べない。技術論も語らない。ただ、あなたたちは大丈夫。言い切る。あの一言が、陸竜にとって、どれほど大きかったか。それは翌日、金メダルを取った二人自身の言葉が証明しています。第2章。ラストダンスの裏で、陸竜が坂本花織に返した言葉。陸竜は大逆転で金メダルをつかみました。ショートで崩れ、フリーで立て直し、最後に日本フィギュアの歴史を動かした。でも、あの金メダル会見で印象的だったのは、歓喜の言葉だけではありませんでした。二人は、坂本花織さんについて聞かれたとき、はっきり言いました。かおちゃんには、ずっと支えられていた。彼女の明るさに救われた。そして木原選手は、こうまで言いました。かおちゃんがいないと、チームジャパンは成り立たない。これは、ただ仲がいいから出る言葉じゃありません。一緒に戦ってきた人にしか見えないものがある。団体戦からずっと、彼女がどれだけ周りを照らしてきたのか。その重みを、陸竜は一番苦しいタイミングで受け取ったからこそ、あそこまで言い切れたのでしょう。さらに木原選手は、坂本花織さんが個人戦へ向かう中で不安を抱えていたことを踏まえて、自分たちがショートで大きな失敗をしたことで、その分の役を全部引き受けた。だから坂本選手は大丈夫だと、そんな風にエールを送りました。坂本花織さんが陸竜を励ました。その励ましを受けて、陸竜が立ち直った。そして今度は、立ち直った陸竜が坂本花織さんに言葉を返した。つまり、今回のラストダンスは、坂本花織一人の最後じゃないんです。支えた人が支え返される。その循環の中で生まれたチーム全体の物語だったんです。しかも、この物語は
言葉だけで終わりませんでした。最後に3人が見せた、ほんの数秒の所作に、この絆のすべてが詰まっていたように思います。第3章。最後に3人で触れたオリンピックマーク。そして、この物語を象徴する場面が、エキシビションのフィナーレにありました。坂本花織さんにとって、スケーターとしてオリンピックで滑るのは、これが最後のリンクでした。演技を終えた後、仲間たちと笑顔を見せながら、最後の最後に、三浦璃来選手、木原龍一選手と並んで、リンクに描かれたオリンピックマークに、そっと触れました。そして、目元を拭いました。なぜ、最後に、その3人だったのか。もちろん偶然かもしれません。でも、見ていた側にとっては、偶然以上の意味を感じずにはいられませんでした。ラストダンスの主役だった坂本花織さんと、その坂本花織さんに支えられ、また坂本花織さんを支え返した陸流。その3人が、オリンピックという夢の印に一緒に手を置いた。あれは、勝った人たちの記念写真ではなく、同じ大会を、同じ痛みと喜びで駆け抜けた仲間たちの小さなお礼の所作に見えました。だからこそ、多くの人の胸に残ったんだと思います。第4章。そして、本当のラストへ。陸流がいない。世界選手権。胸に残るのは、ここです。ミラノであれほど濃くつながった3人が、坂本花織さんにとって、競技人生の最後の世界選手権大会で、一緒に演技することはありませんでした。陸流は、世界選手権を辞退しました。つまり、ミラノであれほど濃くつながった3人が、最後の競技会を一緒に戦うことはない。オリンピックの、あのラストダンスで3人は確かに同じ、氷の上にいた。でも、坂本花織さんの本当の意味でのラストは、その先にまだ残っている。そこには、あの2人はいない。ただ、いないからこそ、逆に残っているものがある。リクたちなら、絶対大丈夫だよ。カオちゃんがいないと、チームジャパンは成り立たない。この往復した言葉は、もう十分すぎるほど、お互いの背中を押していることでしょう。だから、プラハの世界選手権で、坂本花織さんが一人でリンクに立っても、本当の意味では、一人じゃなかった。ミラノで交わした言葉と、あのオリンピックマークに触れた記憶が最後の滑りの中に、きっと残っていたはずです。いないから、切ない。でも、いないからこそ、あの言葉の強さが余計にわかる。坂本花織さんの最後の滑りは、3人で一緒に立った物語の続きを、一人で受け継ぐ時間でもあったのかもしれません。第5章。ラストダンスは、最初から別れの演目だった。坂本花織さんは、今シーズン限りで競技生活を終えると決め、まさに集大成として、このシーズンを戦ってきました。そして、その最後のシーズンに選んだショートプログラムが、Time to Say Goodbye。このタイトルの時点で、ただの勝負曲ではなかったんです。勝ちに行くためのプログラムでありながら、同時に自分の競技人生を見送るための音楽でもあった。普通なら、最後のシーズンは、もっと自分らしい曲、もっと華やかな曲、もっと、らしさ全開の選曲にしてもおかしくない。でも坂本花織さんは、あえて、さようならを含んだ物語を最初から自分の体に乗せました。今回のラストダンスは、シーズンの入り口から本人が静かに覚悟していた終わり方だったのでしょう。けれど、その終わり方は、決してしんみりしただけのものではありませんでした。むしろ、坂本花織さんは、最後だからこそ、自分一人の物語では終わらせませんでした。振り付けを担当したのは、長年彼女を支え、ジェフ兄と慕われる、ジェフリー・バトル。彼から贈られたのは、単なる別れではなく、新たな人生への旅立ちを象徴する、エモーショナルな一章。坂本選手のスケート人生そのものを映し出す、特別な贈り物でした。迎えた2026年、ミラノコルティナオリンピック。
吐きそうだったと語るほどの極限状態の中、彼女は完璧な演技を披露。77.23 点という高得点でメダル獲得への道を力強く切り開きました。この演技は世界中に衝撃を与えます。歌い手であるサラ・ブライトマン本人が SNS で美しいパフォーマンスと大絶賛。さらに楽曲の注目度が 2000% 以上も急上昇するという前代未聞の社会現象を巻き起こしました。そしてフリープログラムの愛の賛歌。このプログラムには切っても切れない師弟の物語がありました。この選曲をめぐり、中野園子コーチは当初、首を縦に振りませんでした。この曲は人生経験を積んだ大人の曲、あんたにはまだ早い、まだ似合わへん。厳しい言葉を投げかけた恩師に対し、坂本選手は持ち前の関西弁で食い下がります。じゃあ、いつやんねん。今やらな。もう、終わってしまうわ。この魂の叫びが、中野コーチの心を動かし、伝説の選曲が実現したのです。まだ早いと言われた名曲を、自らの魂で乗りこなす、坂本花織選手。2026年3月。そのラストダンスは、坂本花織さんらしい、愛と感謝と、覚悟の詰まった旅立ちとして、多くの人の胸に残ることでしょう。第6章。ラストシーズンの坂本花織は、エース以上に太陽だった。ミラノの団体戦で、坂本花織さんは、副主将という立場でもチームを支えました。もちろん、演技でも大きく貢献しました。でも、それ以上に大きかったのは、あの人がリンクの外にいるだけで、空気が変わることです。明るい。遠慮がない。よく笑う。でも、ただ明るいだけじゃない。大舞台を何度もくぐってきた人だからこそ、緊張している仲間の心の揺れに、すぐ気づける。しかも、それを重たく言わない。励ます時も、説教っぽくならない。だから、坂本花織さんの存在は、頼れる先輩より、もっと自然で、もっと強い。チームの中にある不安や硬さを、笑いと勢いで溶かしていくような、まさに、太陽のような輝きでした。だからこそ、陸流の二人も、その存在の大きさを、はっきり言葉にしているのでしょう。第7章。坂本花織のラストダンスが、こんなにも視聴者の心をつかむ理由。ここまで見てくると、なぜ坂本花織さんのラストダンスが、ただの名選手の引退では終わらないのかがわかります。この物語には、結果だけではない、熱があるからです。自分の最後を前にしても、先に仲間を気にかける人がいた。その人に救われた仲間が、今度はその人の背中を押した。そして最後に、言葉にならない感謝を、3人で氷に置いてきた。この流れがあるから、坂本花織さんのラストダンスは、すごい演技だっただけでは終わらない。人として忘れられない、そういう物語として、残っていくことでしょう。終章。坂本花織さんの最後の舞台を語るとき、メダルや順位だけでは足りない気がします。本当に胸を打つのは、あの人が最後まで自分が主役の場面ですら仲間を照らす側にいたことです。そして、その光を受け取った陸流が最大級の言葉で、それを返したことでした。ラストダンス。それは、坂本花織さんが去っていく物語ではなく、坂本花織さんが残していったものを私たちが受け取る物語だったんだと思います。ミラノで陸流を支えた言葉。その言葉はきっと最後のリンクで今度は坂本花織さん自身を支えていたはずです。大丈夫。陸たちなら絶対大丈夫だよ。あの言葉を最後はそのままかおちゃんに送る言葉として届けさせてください。かおちゃんなら絶対に大丈夫。これからもその笑顔と強さがたくさんの人の心に残り続けるはずです。いいねとチャンネル登録をいただけると次回の動画の通知が届きますのでぜひお願いいたします。メンバーシップも
ぜひ応援いただけると、とても励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。坂本香織さん、感動をありがとうございました。